はい、皆さんこんにちは。エコドライブの鈴木です。で、今日のテーマはですね、やってみたから分かったアメリカでの起業の難しさ、3番目のですね、従業員定着の難しさという回になっています。僕自身ですね、アメリカで起業してちょうど10年なんですね。で、今日話す内容というのはどこかで聞いた話や誰かの受け売りなどではなくって僕自身の実体験となっています。で、アメリカではどちらか一方が理由を示さずに雇用関係を終了できるっていう法律があるんですよ。これね、例えばその極端な話、その従業員の方が今日辞めますって会社側に言うことができるんですね。そうすると会社側はってなるわけじゃないですか。で、理由はってね聞くと、いや別にこれで OK なんですよ。それで辞められちゃうんですよね。そう、これね逆も OK です。その雇用主側も今日でさようならって言えちゃうんですよ。恐ろしいですよね。恐ろしいですね。かなりね、非常にねそのドライなんですね、このアメリカの法律っていうのは。これ日本だと多分できないですよね。僕ちょっと分かんないんですけど、あんまり日本のことは多分不当解雇とかね、そういう多分法律あるんですかね。あると思う、なんか聞いたことはあります。はい。でも僕はこのアメリカのアットウィル法こそがフェアなシステムだと思っています。その従業員は切られるかもしれないっていうその緊張感の中で常にベストパフォーマンスを出す努力をするわけじゃないですか。で、逆にその雇用主側は優秀な従業員に辞められるかもしれない、他から引っこ抜かれるかもしれないっていう危機感の中で魅力的であり続けようとするわけですよ。その魅力的っていうのは例えば給料とかね、そういった、あとは福利厚生とかね、あと働き方とかね、そういう意味ですね。あとはその、将来性とかビジョンとかね、そういうことですよね。で、このバランスこそがやっぱりその強い企業体を作ると。お互いフェアですよね。で、何があってもお互い文句なしだよっていうね、そういった緊張感の中で仕事ができるっていう意味では僕はすごくねフェアなシステムだと思っています。で、じゃあね、そのエコドライブはどうなのってねあるんですけども、僕たちはエコドライブの従業員の定着率っていうのはねめちゃめちゃ高いんですよ、実は。僕が会社の自慢できるところっていうのはいくつかあるんですけど、その中でもね本当に一番ぐらいに自慢できることなんじゃないかなと思うんですよね。それは何かっていうと、自主退社した従業員が創業以来1名しかいないってことですね。10年間でたった1名。もちろんこちらから辞めてもらったスタッフはいるんですけど、でもたった1名しかその自主退社しなかったっていうのは結構なかなかこういう会社って少ないんじゃないかなとね思うわけです。で、どうやってやってるかっていうと、テクニックなんかは一切なくって、一言で言うと会社が魅力的であり続けること、これに尽きるかなと思うんですね。もう少しね解像度を上げるとですね、そのしっかり将来のビジョンを持つこと、あとはそのお客さんや社会に対して誠実であること、それから透明性が高いこと、これはその社内でも社外に対してもですね。で、当たり前なんですけど、その給料を含めて労働環境が改善していくことですね。これね言うのは簡単なんですけど、アメリカではねやっぱ非常に難しいことなんですね。で、このちなみにその魅力的であり続けるっていうのはその雇う側だけじゃなくって雇われる側ももちろんね同じような条件です。で、やっぱ会社にとってその魅力的な存在であり続けないとね、やっぱりその雇われる側の条件っていうのもやっぱり良くならないですもんね。というわけで今日の話まとめていきますけども、アメリカで会社経営する上で従業員定着ってねやっぱ難しいんですけど、実はその嫌だったらいつでも辞めれるよっていうね、すごいそういったフェアな労働環境で、その会社側も従業員側も常に魅力的にやり続けるっていうことが結果的にそのみんながウィンウィンになれる環境ですよっていうね、そういった話でした。というわけでですね、全3回にわたってアメリカの起業の難しさっていうのをねやってきましたけども、いかがだったでしょうか。難しさはあるんですけど、やりがいもめちゃめちゃあるんですよね。で、本当の意味で実力主義、でそういうねやっぱその厳しいところでやってその大きく成功してるユニクロとかね、日本人のメジャーリーガーなんかはやっぱすごいなってねやっぱ思います。全然レベルは違うんですけど、僕らもねまだまだ小さい会社ですけど、少しでもねそういった方々にですね近づけるように頑張っていきたいなと思っています。また引き続きよろしくお願いします。では失礼します。